井です。今日はですね、千葉の方にキャンプに行きまして、フレンチを作ろうと思います。さあ今回ですけれども、千葉県の君津市にありますキャンプ場に来てます。ハイエースでやってまいりまして、まず荷物を下ろしましてですね、セッティングしていきます。だいたいいつものセッティングですね。今回本当にちょいとしたフレンチとでこじらせカレーを作っていくんですけれども、こんな感じでね、森の中にセッティングしまして、でですね、今回ハミルトンっていう時計のメーカーさんのプロモーションをやらせてもらってまして、ハミルトンのカーキフィールドのエクスペディションっていう時計、今つけてるんですが、これがですね、僕の時計も結構好きで、昔からいろいろ見てるんですけど、本当に偶然つい最近ですね、このハミルトンのカーキフィールドっていうこのシリーズがいいなと思って見てたところへですね、ちょうどプロモーションのお話来たんで、じゃあぜひぜひということでやらせていただきました。でこのカーキフィールドの今これつけてるやつですね、エクスペディションっていうこれがそのカーキフィールドという中のシリーズの新作なんですね。エクスペディションで、このハミルトンという時計はですね、131年前からあるこの時計のメーカーなんですけど、いろんなシリーズがあるんですけど、そんな中でもこのカーキフィールドっていうシリーズはですね、アメリカの陸軍に供給されていたような歴史を持つオーセンティックな感じの時計ですね。はい、質実剛健なシンプルで使いやすい感じの時計なんですけれども、これがですね、このエクスペディションっていうモデル、特にこのアウトドアとかにすごく親和性が高いんじゃないかと。結構ね、今つけてても自然の中でも割とスッと馴染む感じ、あんまりギラギラせずに、キャンプとかにもですねしっくりと馴染む感じになってると思います。でこれがですねすごいんですよ。なんとこの時計ですね、方角が分かるっていうことで、今こうやってバーって合わせてますけども、これ例えば今1時ですね、1時やったらこの文字盤の1の文字のところを太陽に合わすんですよね。で太陽に合わせた1と12の間、ここが南になるという。でクリクリっとベゼルのところを回しまして、でこのサウスの S の文字ですね、それをそこに合わせるっていうことですね。でね、このサイズ感なんですけど、これちょうどいいと思うんですよ。37mm っていうケースの K なんですけど、これね、時計もケース K にも流行りがありまして、昔は本当に大昔、もう60年代70年代とか、やっぱりこの 36mm、37mm あたりの時計が多かったんですが、なんだかね、どんどんと流行りが大きい時計になってきまして、 39mm、40mm、44mm とか、そんな風に結構大きくなってきたんですね、流行りが。だけれども最近またこのちょっとちっちゃめのケース系みたいなのが流行る兆しをちょっと見せてきているんですね。で僕の個人的な好みとしては、今つけているようなこの 37mm ぐらいが僕は一番好きなんですよ。というのも割とね、日本人って外国人の人に比べて割と手首が細かったりするし、で僕も実際割と手首細いんで 37mm ぐらいの方が割としっくりくる。あんまり 40mm 以上の大きい時計つけてると時計につけられてる感じというか、もう時計つけてますみたいな感じになっちゃうので、あまり僕は好きではなくて、このぐらいの 37mm ぐらいが一番、しっくりきて好きです。でですね、これもちろんアウトドアだけじゃなくってシンプルな時計なんで、スーツとかにもすごく合うと思います。割とどんな服装にも合うような時計だと思ってます。つけてみてもつけやすいし、なんかつけてて手元に邪魔にならないし、非常によろしいです。でこの時計割とね、僕みたいな年代の大人がですね、ラフにカジュアルにパッとつける時計としてもいいと思うし、あと若い世代の人が機械式時計の入り口として1本目の時計として買うっていうのもすごくいいと思います。でちょっとね、料理の方は進んでおります。これカジュアルフレンチ、鶏の胸肉のね
料理を作ってますけれども、ちょっと本当に時計好きなので、今回ちょっとベラベラちょっともうちょっと喋らせてほしいんですけれども、時計について。で、時計がね、これが割とあんま興味ない人なんかは、このさっき言った機械式時計っていうのも、いや時計なんて全部機械なんちゃうんかいっていうような感じだと思うんですけど、時計には実はこれ大きく分けて、この動力がですね、今で言ったら4つぐらいありまして、1個はクォーツっていう電池で動くやつですね。電池交換、時計の電池交換しますなんてこう時計屋さんに書いてあったりとかすると思うんですけど、電池でちっちゃいねボタンみたいな電池で動いてるクォーツっていう時計と、あと手巻きですね。じり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 ゼンマイを手で巻く時計で、この時計、そして今やったらソーラーですね。太陽光発電で、針を動かすっていうソーラー電池。そしてもう一個が今この僕がはめてるハミルトンのカーキフィールドエクスペディションみたいな機械式時計があるんですよ。でこの機械式時計っていうのは多分本当に時計あんまり興味ない人はどうやってじゃあ動いてんのって感じやと思うんですが、この機械式時計っていうのも要はゼンマイ式と同じで、ゼンマイをこう巻くことによって時計が動くんですが、この手巻き式とは手でねじり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 でゼンマイ巻くんですけれども、この機械式時計っていうのは中にこう自動的にゼンマイを巻けるような機械が仕込まれてまして、手をね、時計してると手動かすじゃないですか。この手が動いて、その手の傾きによって中の機械がぐる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 回って、それが回ることによってゼンマイが自動的に巻かれると。ということは、つまりこの時計をしていると常にこうずっとゼンマイが巻かれていってる状態でずっと時計を使えるっていう、それが機械式時計なんですね。でやっぱ時計好きはやっぱりこの機械式時計っていうところにロマンを感じるわけですよ。この機械式時計の時計の中にはもうちっちゃいもう針とかゼンマイとか、もういろんなネジとかいろんなこの歯車とかちっちゃい機械がねパンパンに詰まってるんですよ。そこにロマンを感じるんですね。はい、そういう部分なんですよね。でその中でも僕は割とこうギラギラした時計よりはこの控えめな、主張の控えめなね、まさにこのカーキフィールドのエクスペディションみたいな感じのこうシンプルであり、しかもこう時間がこう時計としての機能、時間がはっきりちゃんと見やすいとか、このカーキフィールドもそうなんですけど、この文字盤のところとかこの針とかがこの光ることによって夜もちょっと見やすかったりとかで、このケース径僕で言うと37ミリぐらいっていうような使いやすい、実用的でもありシンプルなデザインでかっこいいっていうね、まさにこういう時計が僕は好みでございます。で案外ねやっぱり飽きも来ないんで、こういう時計っていつまでも使えるんですよね。で時計ってこういうキャンプ道具とかと同じようにこう長く使うことでこうどんどん味が出てきたり愛着が湧いてきたりするので、はい、こう僕にとっては今ねスマホとかあるんで時間を知るということに関しては時計なんて必要ないのかもわからないですけど、こうなんていうかな、本当に一言で言ってしまえばロマンみたいなところがあって、こう相棒というかね、パートナーに近いような道具としての時計っていうのを私は愛しています。はい、僕は割とすごい高級な時計も好きやし、かなりお求めやすいような時計も割と大好きで、いろんな時計持ってるんですけど、はい、しかもやっぱりこう僕みたいな芸人の仕事してるとあまり関係ないかも分かりませんが、会社員の方なんかで言うとやっぱりこう社会人としてちょっといい時計を1本持っとくとかっていうのって、その人のこのステータスを上げるようなアイテムにもなりますし、すごくいいのではないかなと思います。って言ってるうちに
さあ料理の方が出来上がってまいりました。これですね、これね、この作業ね、この溶けたバターと生クリームのこのソースをこの上にかけてね、さっきもオイルでやってました、バターの溶けたバターでやってましたけども、これフレンチの手法ですね。こうかけながら下からも上からもじわじわ火を入れるっていうやつですね。これ今回炭火でやってますけれども、普段キャンプで直火で料理するときって薪ですることが多いんですよ。というのも炭火やとちょっと火力が足りないんで、普通の料理やと薪でやることが多いんですが、今回はこの鶏の胸肉にじわじわゆっくり火を入れていきたい料理なので、じゃあ炭ぐらいでちょうどいいんじゃないかなということで炭火をチョイスしております。でこれね、あれなんですよフレンチの有名な三國シェフがですね作ってらっしゃる動画を拝見しまして、めちゃくちゃうまそうやなと思ってね、なんかこうやって作るとね、一応これフレンチに属するような料理だと思うんですが、とはいえね、そんなになんか小難しいこともなく、そんなに気取った感じもなく、キャンプで作るにもちょうどいいかなと思いますゆっくりね、じわじわと、これ本当にあんまり強火で急にやっちゃいますと、胸肉とかって割とこう硬くなってパッサパサになっちゃうんですけど、じわじわね、火を入れていくと柔らかい感じになりますちょっとごめんなさい、最近喉の調子があまり良くなくて、じわじわ入れましょう。でそうしてるうちにこの生クリームのソースもですね、いい感じの粘度になってまいります。でも焦らずにね、ゆっくりと。でさっきワインの今レモンね、これをがっつり絞っちゃってください。これをがっつり絞って、これ生クリームにねレモン絞ると、なんかこう生クリームとレモンが分離してしまいそうな感じするんですけども、案外そんなには分離しないですね。これレモン入れることでね、かなり美味しさがアップしますんで、ぜひがっつりめに絞ってもらいたいです。こういう感じの時もね、このハミルトンうまいことこうハマるでしょ。なんかいい感じでしょ。さあ完成いたしました。で生クリームをですね、生クリームというかソースか、クリームソース、これをバーッと入れまして、だからここまで味付けという味付けは本当に塩コショウだけなんですよ。それでもね、十分この玉ねぎの甘みとかでレモンが効いて、すごい美味しいソースになっております。これをねほら、いい感じにしっとりと仕上がっております。これ仕上がってるんですよ。いただきます。これもうまかったですね。うんまと言ってますけども、本当にちょっとこの胸肉とは思えないぐらい。電話かかってきました。もしもし。うまい。さあ日が暮れる前に寝床の用意をしておきます。今回このマットレス引いて車中泊です。
ちょっと夜はね、あいにく雨が降ってきましたので、ちょうどね、この屋根のあるところがこのキャンプ場あるので、そちらの方に移動しまして、晩ご飯作っていきます。今日の晩ご飯は、こじらせカレー作ります。で、カレーなんですが、怖いですね、今。一点見つめましたけど、なんか、あれなんかいたなみたいな感じで、なんか多分気のせいやったんですけど、別に怖い動画ではないんでご安心ください。はい。でカレーなんですけれども、このこじらせカレー、水でこのカレーのごめんなさい、フレーク状のカレーのルーにですね、水入れるだけで完成するんですけど、今回は玉ねぎと、あと牛すね肉の具を入れましてですね、でしかも今回水ではなくて、水の代わりに 100% 赤ワインでいこうと思います。これもね、美味しいんですよ。だから要はまず玉ねぎとすね肉を炒めまして、でそれをですね、赤ワインでグツ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 煮込む。今ね、塩入れましたけど、でそこにルーを入れてカレーに仕上げていくという、これがね、なかなかこの大人っぽい深いカレーが完成いたします。もちろん赤ワインをどうぞ入れますけども、アルコールは全部飛んでますんで、あの酔っ払うことはございません。牛すね肉ね、ごめんなさい、ずっとすね肉って言ってました。筋です。牛筋です。牛筋肉、これ硬いんでね、割とね、筋のところが切りにくいんで、ゴシゴシやって切ってください。この筋カレーって美味しいですよね。皆さんも多分なんかどっかで食べたことあると思うんですけど、牛筋からいいこの出汁が出おるんですわ。で赤ワインで煮込むことによってすごくね、柔らかくなります。はい。まだまだこの日はね、割と夜蒸し暑くってね、汗だくで料理しております。さあ、これ玉ねぎがね、いい感じに一旦火が入ったところで筋入れて、ここからもうちょっと焼きますね。これバターで炒めております。はい。ちょっとお茶飲んでゆっくりで、こういう時にね、ささっとでもね、一旦クッキングペーパーとかウェットティッシュとかで拭いておくと、後で洗うのが楽です。はい、いい感じにちょっと火が入ってきたなと。ほんまはね、筋肉は筋肉で先炒めてみたいなので、玉ねぎと合わせるみたいなした方がいいんかもわかんないですけど、めんどくさいんで一気にやりまして、ドボ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 とドボ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 と赤ワインをどんどん入れていきます。はい。でここからグツグツいきましょう。今7時半ですね。さあどうでしょうか。でこの赤ワインの量とかね、水気、このね、水分量ちょっとどうやろうなって、この様子を見ながらですね、痛いエルちゃん、ちょっとエルがずっとね、今ナレーション撮ってる時に構えと言ってきて痛いんですけど、さあ開きました。いい感じですね。ここにルーを入れていきます。このルーの量もね、一応このぐらいの水分量には何グラムって袋の後ろに書いてるんですけど、とはいえ皆様のお好みで様子を見ながら足したりとかしてもらえればいいと思います。どうしたん、エルちゃん。おいで。
割ると今なんか笑いましたね。美味しそうすぎて。ほら、いい感じにちょっとグツ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 なってきましたね。この煮込んでる間にね、ゆっくりタバコ吸ったりとかね、なんやすんのがまたいいんですよ。さあ、そろそろ煮込め、あと15分ぐらいで煮込めるかなっていうタイミングでご飯炊き始めます。さあ、できました。ちょうどいいですね。だいたい15分から20分ぐらい火入れましたかね。はい。で、カレーの方も仕上がっております。うまそうです。お皿にご飯をよそいまして、いいですね。ほら、うまそうです。ただ福神漬け買ってくるの忘れました。ショックでした。うまいっすよね。これはうまいのよ。うまいよね。でもちょっとね、この日はね、割と、雨も降ったこともあって蒸し暑くって汗だくですけどもね、だんだんこれからキャンプは秋冬シーズンに向かってきますから、今度は焚き火の楽しさとかね、ストーブを使う楽しさとかね、また春夏とは違った楽しみになってくるんですよ。雪の中のキャンプとかね、いいですよね。今年の秋冬はどんなキャンプをしようかなといろいろ考えております。ちょっと本格的に寒くなる前に登山のねキャンプもしたいんですけどね。さて朝がやってきました。こうやって次の日ね、仕事が休みとか夕方からとかゆっくりの日はですね、朝ごはんを作るようにしてるんですけど、いいですよね。今回はベーコンと卵でなんかもうスクランブルエッグ的な感じにしてですね、でも食パンを真ん中のところに包丁を入れまして、そこにそのスクランブルエッグを挟み込もうという感じです。キャンプ頻繁にするようになって結構年月が経ってですね、そこそこ道具の方がね結構増えてきまして、で僕が道具を選ぶときにどんな風に選んでるかと言いますとですね、やっぱこの実用性とそしてデザイン、これがこの高いレベルでしっかり整っている、そういう道具が好きなんですよね。でなんか何かで見たことがあるんですけど、実用性の高い道具っていうのはデザインもちゃんとこう
おのずと洗練されていいデザインになるみたいなものをなんかどっかのネットかどっかで見たことがあるんですけど、確かにそうだなと思いますね。こう実用性がこう研ぎ澄まされて、こう余計なものが落とされて、必要なものをどんどん便利にというか、こう使いやすい形状とかにしていくと、案外ね、ちゃんとデザイン的にもこの理にかなったこのシンプルでいいデザインになっていったりとかするもんだなと思います。なんかデザインだけバキバキで使いにくいなとか、そういうのは僕はあまり好きじゃなくって、ほんと使いやすいし、デザインも飽きが来なくてすごいいいなみたいなものが割と好きで、その点でいくと、このハミルトンのカーキフィールドなんていうのはやっぱこう時計としてのこの視認性ね、時間の見やすさ、針の読みやすさとかで、そういったものがすごく実用的で、しかもデザインがこうシンプルですっきりしていて、なんかこうプロダクト工業物としてすごくいいものに仕上がっているなっていう感じがしてね、すごく好きなんですよね。意外と難しいんですよね、そういうなんか割とこのカーキフィールドなんかはシンプルな時計なんですけど、ただただシンプルやったらいいっていうもんではなくて、こうシンプルな中にもなんかこうちゃんとこう主張とかね、なんかそういうこうポリシーみたいなものが感じられる時計っていうのはなんかすごくいい時計だなと思いますね。まあこのスクランブルエッグなんかもね、すごいシンプルな料理ですけど飽きが来なくてね、だいたいなんか僕キャンプの朝ごはんはこう卵とベーコンを使った何かにすることが多いんですけど、飽きが来ませんよね、こういうのね。いい感じに、これね、コテ、ちっちゃめのコテ使うとね、こういうフライパンでこう調理割としやすいですね。このコテもっとちっちゃくてもいいかなと思うんですけど、なかなかこれ以上にちっちゃいコテやとね、もんじゃ焼き食べる時のちっちゃいヘラみたいなやつ、ああいう感じになるからなかなかないんですけど、これもね、このコテ1個にしても、このコテは多分何かのなんかホットプレートがなんか買った時についてきた多分コテだと思うんですが、コテもやっぱり最初はもうちょっと違う形やったかもわからないんですけど、こう年月とともに持ち手のところはこう、角度はこうとか、多分そういう風に仕上がっていったんでしょうね。そういうことを考えるとキャンプギアとかもすごく面白いです。と言ってる間に出来上がりました。いただきます。